おです。こちらがマーポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今回ですね、プレースタイル分析サイドミッドフィルター編やっていきたいなと思います。いやちょっとね、前回のプレースタイル分析からちょっと時間空いちゃったんですけども、お待たせしました。ということでやっていきたいなと思います。前回ですね、ウィングストライカーのねプレースタイルもやりました。気になる方はね、そちらも概要欄に貼っておきますので見ていただければと思いますが、ウィングの動きがですね、サイドミッドフィルダーになるとどう変わっていくのか、ここもですね、この違いもですね、今回注目ポイントかなと思いますので見ていただければと思います。で、実際にですね、使っている方はですね、答え合わせみたいなイメージでですね、自分の感覚とこの分析とですね、動き方、イメージと合ってるのかなというところも見ていただければ参考になるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。個人的にはですね、インレシの動きがだいぶおもろかったので、見ていただければと思います。はい、ということで測定方法はですね、今までと同じ形になっていきます。特にウィングの時のね、測定の仕方と同じになっていきます。大前提としてですね、ボールが右サイドにある左サイドにある位置によってですね、選手の動き方も変わってきますよということはまず大前提として知っておいてください。なのでですね、各プレースタイルのニアサイド、ファーサイドという形で見ていきますね。で、フォーメーションは442を取っております。周りの選手は皆無印となっております。今回ボールを動かすね、コバチッチ以外は無印となっております。今回は分かりやすいように左サイドミッドフィルダーのみで違いを見ていきます。はい、ということでまずは見ていきましょう。無印のニアサイドから見ていきましょうか。無印の初期値はこの辺りになっております。このラインの濃い線の間くらいかな、濃い線と薄い線の間、この辺りに立っていることが多かったですね。ウィングストライカーの時もね、無印はね、なんかちょっと裏に抜けるような微妙な動きもしていたところあるんですけども、結構ね、ウィングの時とそんな変わらないかもしれないですね。縦というかね、縦にもチャレンジもしていくしって感じですかね。あとはサイドでね、ずっと張ってる時もあったりとかしていますね。で、なんかずっと何をするかもよく分からずずっとねサイドに立ってる時もありましたね。なのでちょっとこう無印は正直ちょっとこう何がしたいんだろうなっていうのを伺ってるというか、だからこっちとしても何がしたいのか分かんないというような状況ですかね。センターフォワードが降りてくるとたまに裏抜けする。で、ファーサイドですね。ファーサイドの時はある程度ね、中にこう絞ってきてスペースが空いたら裏に走るというようなイメージでした。でも積極的にボールをもらいに来てるかと言われるとそうではない、なんとなくで動いてるような感じですかね。フォワードがですね動いてスペースが空いた時とかにね走り込む時もあればですね、走り込まない時もあったりするので、気まぐれに割と動いてるようなイメージが強かったですね。内側に絞ってきてすごいポジションかぶってる時もありましたね。はい、ということで次チャンスメーカーですね。チャンスメーカーも無印とねそんな変わんないようなイメージでしたかね。初期の立ち位置は変わりませんでしたね。ただある程度来たら裏への意識はちょっと強いのかな。で、あとはですね、バイタルエリア、ペナルティエリア前まで持っていくとですね、こうパス受けをしに来るというかね、後ろでね、いつでももらえるよみたいな形でですね、意外にフォローに回ってきてくれるのがチャンスメーカーの特徴でもありましたね。で、サイドバックが上がっていくとですね、後ろに下がってですね、代わりに下がるというような感じですかね。で、フォローに回るというような動きをしていました。次、ファーサイドですね。一旦もらいに来ますね。やっぱりウイングの時もそうだったかな。一旦こう寄ってくるという形をしておりました。で、いつでもパスもらえる位置でスペースが空いたら前に走ると。なのでワンテンポ遅れてからですかね、裏抜け最後するというような印象が強かったです。ある意味一番使いやすいかもしれないですね。次、ボックスストライカーですね。違う、ボックストゥボックスですね。ボックストゥボックスはですね、立ち位置、最初の立ち位置はね、ちょっと高めに設定されてるようでした。濃いラインのちょっとね、ところまで行っているようなイメージでしたかね。ボックストゥボックスニアサイドから見ていきますけども、なんというかスペースがあるところに走るというような印象が強いですかね。中もあればサイドもあるようなイメージですかね。その時その時のスペースの場所によってですね、走る位置を変えていくようなイメージでしたね。なので中にもらいに来ることもあればサイドにね走ることもあったりとかで、バイタルエリアまでボールが来たらですね、裏抜けするというよりはパス受けをしに来るようなイメージ。チャンスメーカーにちょっと近いんですけど、チャンスメーカーみたいに後ろでね組み立てをフォローするというよりは本当に寄ってくるっていうようなイメージですかね。基本的にはゴール前の意識というよりはサイドとかの意識の方が強いのかな。で、ファーサイドですね。
ファーサイドの時もある程度もらいに寄りに来て、であとは最後サイドへの走り込みとかを試みてたりとか、そんな印象でしたね。だから本当にボックス2ボックスはどっちかっていうとチームのために動いてる意識は強いのかもしれないですね。自分が点取るっていう意識はそんなにない印象が強かったですね。2列目ですね。2列目はですね、ニアサイドから見ていきますけども、立ち位置はやっぱり、高めに設定されてましたね。ボックス2ボックスと同じような、立ち位置になっておりました。でそこからあとはもう裏っていう感じですかね。でもこれもね、ゴール前の裏抜けというよりはサイドへの裏抜けの意識の方が強かったですね。縦への意識っていうのが強かった。あとはもうすごくもう最終ラインまでね張っちゃってて裏抜けできないっていうのが逆にあったりしましたね。立ち位置が高すぎてね。でファーサイドですね。ファーサイドは1回中に入ってから縦なので、まっすぐというよりはちょっと大回りして1回内側に入ってきてから縦に走るというような、ちょっとワンテンポ遅れてからね裏抜けをするというような動き方をしていました。なのでこの辺はねだいぶ点とかにつながりやすい動きなのかなと、分かりやすい動きしてるのかなというような感じでしたかね。でチャンスがあればね斜めに走る時もたまにあったりしましたね。これがねでも毎回は出ないんでそんなには期待はできないんですけど、たまにこういう感じでちょっと違う動きをしたりもしてましたね。次黒沢ですね。黒沢はですねサイドに張ってボールを待って、チャンスがあれば縦に走るというような印象でした。サイドバックがね上がることあんまなかったですね。やっぱ黒沢の時ウィングストライカーの時もそうなんですけど、黒沢が前に立ってる時はですねサイドバックがね無印のサイドバックはねそんなに動かない印象でしたかね。でも中の斜めの走りっていうのはそんなにないですかね。センターフォワードが降りてきた時もね斜めに走ろうとはしなかったですね。でファーサイドですね。ファーサイドの時はね全く寄ってこないですね。ずっとやっぱ張ってるというか、ニアサイドの時と同じ立ち位置でスタートしてますね。なのでずっとサイドに張って、待っているというようなイメージでしたかね。で黒沢の立ち位置もね2列目とかと同じようなちょっと高めの設定をしていましたね。でファーサイドの時はねちょっと低めに設定されてるんですけど、ずっと張ってる、いつでもねパスもらえますよみたいな形にはなっていたかなと。なのでやっぱり今作とかで考えるとねサイドチェンジが結構強いかなって思うので、そうするとねやっぱ黒沢のこの強みは生きてくるのかなと。なのでどちらかというとファーサイドにあった時の方が黒沢は生きてくるようなそんな印象がありました。はい、次インレシですね。最後インレシを見ていきます。インレシはですねスタート位置はもう中に入っちゃってますね。中に入って高い位置っていうようなイメージで、そうするとですねサイドバックね上がっちゃうんですね。上がってるんですねこれ。なのでこれがいいと取るのかどうかっていうの話は別なんですけど、でこの後インレシこれねよくわかんない動きするんですよね。寄ってきて並走しちゃうのこれ謎だよね。お前何がしたいんっていうねいう感じにはなるっていうね。であとは後ろで組み立てるというかね、いつでももらえるよみたいな立ち位置立ってたりします。でこれ毎回割と高確率であるんですね。これ別の映像なんですけど、こんな形で並走してちょっと後ろに待ってるみたいなね謎の展開してたりとかもします。であとはセンターフォワードが降りてきたりしてスペースが空いたなってなると裏に走ったりもたまにするというような感じでしたかね。っていうのがニアサイドになりましたね。なので正直ニアサイドのインレシはね非常にこれ使いづらいかな。いやなんかネドベドすごい使いづらいなって思った時があったんで、これなのかなって個人的には思ったんですけど、皆さんどうですかね。でインレシのファーサイドですね。ファーサイドの時もね中に絞ってます。でそして縦に走るというようなイメージ、ちょっとね2列目に近いかなイメージとしては。ただスタート位置がそもそも中に入っていることが多かったので、その辺はね2列目とちょっと違う感じかな。2列目はもうちょっとねサイドにいたんで、というよりは本当にもともと中にいて縦に走るっていうような印象。スペースが埋まっているとですね走らずに、後ろでパスもらうというような形もしてましたね。セカンドトップみたいなね動き方に似てるかもしれないですね。ちょっと遅れてから裏に抜けるというようなイメージ、そのところもありましたね。はい、ということで見ていただきましたサイドミッドフィルダーですね。こう見るとねやっぱり結構面白いところというかね特徴がそれぞれあって面白いなとは思いますけども、単純に今
今の環境でどうですかね。サイドチェンジとかをね、特にする人とかを考えたら黒沢なのかなというような印象でしたね。で、案外ね、サイドで仕事をしてほしいという場合はね、B2B がね、意外といいのかなと。で、自分で点を取ろうという意識はそんなにない印象でしたね。無印は動きにね、すごい迷いがあるのは正直否めないかなというような印象でしたかね。まあ、ただ、そんなにはっきりとして動かないんで、割とフリーでいることは多いのかもしれないですね。はい、わかりやすい動きという感じではなかったかな。まあ、チャンメとかに関しては、その場その場の状況とかスペースに合わせてね、自分、攻撃をしようとしている意識はあったので、点につながる動きっていうのはね、してくれていた印象はありましたね。で、2列目は2列目で、こう、裏への意識というかね、縦への意識が強かったので、まあ、ある意味使いやすいのかなとは思いましたね。で、やっぱりインレシおもろくないっすか？いや、おもろいっていうのはなんか使ってみたいというよりはなんだけど単純におもろいっていうイメージなんですけど、これなんで並走しちゃうんだろうねちょっとよくわかんないよねでも、インレシこう内側に絞ってることで、サイドバックがね、かなり高い位置を取ってたんですよね。なので逆に言えばね、サイドバックをね中心に攻めたい場合とかはインレシをね置いておくのも一つの手かもしれないですね。インレシサイドから攻めるときはサイドバックをうまく使いながら攻めるっていうのがまあ必要というか必須なのかもしれないですかね。インレシの動き自体が一番生きるのはファーサイドというかね、インレシじゃない側、インレシがいない側のサイドからまあ攻めて最後インレシが抜け出すみたいなところが一番ね動きとしては使いやすいのかもしれませんね。はい、ということでですね、見ていただきました。皆さんのサイドミッドフィルダーの使い方ね、あれば教えていただければと思います。ということでですね、次回はですね、20日の月曜日かなに出したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんはこの結果をどう見ますかね。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々ですね、あれば教えていただければと思います。この動画良かったらですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今後はですね、監督とかもね見ていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画でこれで終わりたいなと思います。最後まで見ていただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。